無能 PM が大炎上プロジェクトの責任を俺に押し付けた結果、技術力不足のお前のせいだ。議事録と契約書、全部残ってるけど。俺は29歳のシステムエンジニア。中堅の SIR で5年ほど働いている。今回の話は大手メーカー向けの基幹システムリプレイス案件だ。契約金額は5億円の大型プロジェクト。俺は設計とチームリーダーを任された。大型案件いいね。問題はプロジェクトマネージャーだった。俺が今回の PM だ。20年のキャリアがある。お前らは俺の指示通りに動けばいい。初対面から嫌な予感がした。これやばいやつだ。キックオフミーティングが始まった。まず要件について確認したいのですが、在庫管理システムとの連携は必須で、細かい要件は後で詰めましょう。まずは大枠から進めます。いや、今確認しないとまずいだろ。でも在庫システムとの連携がないと、それは技術的な話でしょう。 SE に任せておけば大丈夫です。おい、勝手に俺に振るな。 PM 仕事しろよ。ミーティング後、俺は議事録を作成した。決定事項や課題を全て記録し、 PM とクライアントにメールで送付した。これは俺の習慣だった。後でトラブルになった時のため、証拠を残しておくのが大事だと前のプロジェクトで学んでいた。これは F の。ちゃんと証拠残すの偉い。議事録、そんな細かいのいらないよ。時間の無駄だから今度からやめて。いや、これは後で必要になりますから。細かいことは気にするな。俺が全部把握してるから大丈夫。この時点で相当やばい予感がした。把握してないやつの典型。それから1週間後。在庫システムとの連携はなしで進めて。はあ、クライアントは必須だって言ってましたよ。いや、あれは理想論だから、実際はなくても問題ない。勝手に判断しないでください。ちゃんとクライアントに確認を。お前に指図される筋合いはない。俺の判断に従え。もちろんこの会話も記録した。チャットのスクショを保存し、メールでも確認として送っておいた。グッジョブ。こんな感じで PM の暴走は続いた。ある時はデータベースの設計を勝手に変更しろと指示してきた。でもそれは契約にない機能だった。またある時はセキュリティ機能を簡略化しろと無茶を言ってきた。それはセキュリティリスクだと説明しても。そんな細かいこと気にするな。俺の言う通りにやれ。こんな調子で使用は迷走を続けた。クライアントの要望を勝手に変更。スケジュールも無視して使用追加。技術的に不可能なことを約束してくる。そして全部俺に丸投げ。これはひどい。 PM の仕事してないじゃん。プロジェクトは明らかに遅延していた。 PM の無茶な指示で使用は迷走。開発メンバーは疲弊しきっていた。進捗会議でクライアントに報告。進捗が予定より2ヶ月遅れてますが。ああ、それは技術的な問題でして、 SE の方で少し手間取っていまして。はあ、おい、そっちの指示で仕様変更したから遅延してるんだろうが。何を言ってるんだ。俺はそんな指示してない。嘘をつき始めやがった。最低だな。そして納期1ヶ月前、最悪の事態が起きた。どういうことですか。テストしたら仕様が全然違うじゃないか。在庫システムとの連携もない。要求した機能の半分もできてない。それはですね。契約解除も検討しますよ。損害賠償も請求する可能性があります。完全に炎上した。やべえ。緊急の社内会議が開催された。一体どうなってるんだ。これは SE の設計ミスでして、はこいつが勝手に仕様を変更してクライアントの要望を無視した。あ、ふざけるな。お前が指示した通りにやったんだ。俺はそんな指示してないぞ。証拠があるなら出してみろよ。議事録があるだろう。毎回メールで送ってたはずだ。議事録、そんなの見たことないな。お前が勝手に作った捏造文書だろ。何言ってんだこいつ。だいたいお前は新人の頃からミスが多かっただろ。今回もお前の能力不足だ。過去のことを持ち出すな。今回は全部記録がある。記録、後から捏造したんだろ。俺を陥れるためにな。冗談じゃない。
メールサーバーに記録が残ってる。これはひどすぎる。 PM の言うことに信憑性があるな。20年のキャリアがある PM が嘘をつくとは思えん。おい、部長まで。キャリアあっても無能は無能だろう。今回の責任は君にある。降格と減給を検討する。は？降格？当然だろう。5億円の案件を台無しにしたんだからな。損害賠償は3000万円くらいか。覚悟しとけよ。ふざけんな。一致かわいそう。その日、自宅に帰って俺は完全に孤立していた。部長も同僚も誰も信じてくれない。 PM の20年のキャリアに勝てなかった。このままだと降格どころか損害賠償を請求されるかもしれない。つらい。でも俺には証拠がある。すべての議事録、メール、チャット、PM の指示をすべて記録してある。これを整理して反撃する。そうだ、負けるな。証拠があるなら勝てる。俺は徹夜で証拠を整理した。まず全ての議事録を時系列で並べる。キックオフから現在まで全部で47回分のミーティング記録、そして各議事録のメール送信記録、 PM とクライアントに全て送付している。受信確認も全て記録されている。完璧じゃん。次に PM からの指示を全て抽出。在庫システム連携を削除しろ。承認フローを簡略化しろ。データバックアップ機能は後回し。全部 PM の勝手な判断だ。そしてチャットログも完璧に保存。証拠固めすごい。さらに PM とのやり取りを詳細に分析。どの指示がいつ出されたか、それに対して俺がどう返答したか、 PM がどう反応したか、全てを表にまとめた。徹底してる。そして最も重要なのが契約書だ。クライアントとの契約書を確認する。在庫システム連携は必須項目。データバックアップも必須機能。つまり PM の指示は契約違反だ。これで決定的な証拠が揃った。きたー。俺はクライアント担当者に直接連絡した。直接連絡とは珍しいですね。実はお伝えしたいことがあります。今回の仕様変更について全て PM の独断で行われたものです。私は毎回議事録で確認を取っていました。議事録。はい、毎回メールで送付しています。本社のメールアドレスにも全て送信済みです。ちょっと待ってください。本メールを確認します。本当だ。議事録が全部ある。 PM の指示で仕様変更したと書いてある。 PM からは全然違う説明を受けていた。在庫システム連携は技術的に困難だと。それは嘘です。技術的には十分可能でした。 PM が勝手に削除を指示したんです。そんな、完全に騙されていたのか。クライアント味方になった。次に法務部に相談した。証拠を見せてもらえますか？すべての議事録とメール記録です。それと契約書との照合結果。これは完璧ですね。 PM の指示が全て契約違反に該当します。しかも文書改ざんを図った可能性も。これは重大な業務妨害です。法務部も味方についた。完全勝利の予感。そして社長に直訴した。今回の件、緊急役員会議を開いてください。決定的な証拠があります。そしてクライアントにも同席してもらいたい。すべての真実を明らかにします。一致かっこいい。反撃開始だ。緊急役員会議が開催された。社長、部長、法務担当、そしてクライアント担当者も同席。なんだこの状況は。では時系列で説明します。まずキックオフミーティングから。クライアントは在庫システム連携を必須とこの議事録に記載されています。そして PM とクライアントにメール送付、 PM の受信確認も記録されています。それは。この1週間前 PM から指示が来ました。在庫システム連携を削除しろと。これもメールとチャットログに残っています。そんな指示はしてない。ではこのメールをご覧ください。 PM のアカウントから送信されています。 IP アドレスの会社のものです。それは
偽造だ。メールサーバーのログも確認しました。すべて本物です。私も議事録を確認しました。 TM から受けた説明と全く違います。技術的に困難だと嘘をつかれました。そして最も重要なのが契約書です。在庫システム連携は契約上の必須項目。 TM の指示は契約違反に該当します。そんな、ちょっと待ってくれ。これは完全に嘘だ。申し訳ない。私も騙されていた。法的には業務妨害罪に該当します。文書改ざん未遂の可能性があります。TM は即刻懲戒解雇とする。損害賠償も請求します。プロジェクト支援による損失は3000万円。刑事告訴も検討します。そんな3000万なんて払えない。家も車も売らないと。自業自得だな。いいんだ王鵬。そして君には謝罪しなければならない。君の言葉を信じなかったことは君を新しいプロジェクトマネージャーに任命する。ありがとうございます。そして年収200万円特別ボーナス300万円を支給する。マジですか。おめでとう。完全勝利だ。我々も安心しました。新しい PM なら信頼できます。プロジェクトは継続でお願いします。それと追加で2億円の案件も発注します。追加案件まですごすぎる。俺は PM としてプロジェクトを立て直した。まず全メンバーを集めて状況を説明。契約書と照らし合わせて必要な機能を洗い出し、無駄な使用を削除して開発を効率化。在庫システム連携も無事に実装。契約通りの仕様で開発を再開。チームメンバーの士気も回復。クライアントとの信頼関係も修復。2ヶ月遅れで納品したが品質は完璧に仕上げた。クライアントからは高評価をもらった。ゆるの元 PM のその後だが懲戒解雇で退職金もなし。20年のキャリアが一瞬で終わった。損害賠償3000万円も確定。分割払いでも毎月30万円だ。家と車を売却して支払うらしい。それでも足りないから借金生活だ。妻には離婚を切り出されたとか。業界でもブラックリスト入りして IT 業界での再就職は絶望的らしい。様、ここまで読んでくれてありがとう。議事録とメールは本当に大事だな。みんなも証拠はちゃんと残しておこうな。いつ自分が理不尽な目に遭うかわからないからな。ルシオツ良い話だった。イッチグッジョブ。スカッとしたわ。